こんにちは、ゆず虫です。ゆずりはが猫風邪をひいてしまいました。今回はその時の様子と気づいたことについてお話ししたいと思います。なお、先にお伝えしておきますが、現在は治療して落ち着いていますのでご安心ください。今回は前半で実際の症状の映像と注意点について、後半では完全室内外なのになぜ感染したのか、その意外な原因についてお話しします。まずはその時のくしゃみ、咳の様子をご覧ください。この動画を作った理由は、猫と暮らすのが初めての方や、猫風邪の経験がない飼い主さんに、こうした初期症状を共有したかったからです。くしゃみや咳が病気のサインかもしれないということ、実は私自身も最初はくしゃみまで病気のサインになることは知りませんでした。私と同じように、意外と知らない方も多いのではないかと思い、動画に残すことにしました。もちろん、くしゃみがその時1、2回で収まるようなら、人間と同じで鼻にホコリが入っただけかもしれません。ですが、何度も連続してくしゃみが出る、咳が混じっている、これらは要注意のサインです。ただの風邪だけでなく、猫喘息や心臓病などが隠れている可能性もあります。今回のゆずり葉の症状は、あくまで一例ですが、なんだかおかしいなと感じたら、迷わず早めに動物病院で見てもらってくださいね。ここからは今回の症状が出た経緯を少し詳しくお話しします。実は病院に連れて行く1週間ほど前から単発ではなく連続したくしゃみをすることがありました。この時すぐに病院へ行くかを迷ったのですが、翌朝には症状が落ち着いていたことや、病院への移動自体がゆずりはんへのストレスになることを考え、一旦自宅で様子を見ることにしました。しかしその後も1日置いて朝や夜に数回のくしゃみをする状態が続きました。1回あたりのくしゃみは少ないし、気にしすぎかな、そう迷っていた矢先、冒頭でご覧いただいたような激しい症状が出始めました。ご飯を食べながら何度もくしゃみを繰り返し、ついには咳も混じり始めて、くしゃみのしすぎで涙まで流している姿を見て、正直見ている私の方が苦しくなってしまいました。このまま続くなら夜間救急に行こうと覚悟を決めたのですが、幸いその後は落ち着いてくれたため、翌朝一番でかかりつけの病院へ連れて行きました。診察で気になったのは、なぜ外に出ないゆずり葉が風邪をひいたのかという点です。獣医さんに聞いたところ、外に出ない猫なら、本来いきなり猫風邪はうつらない。人がウイルスを持ち帰る可能性もあるが、他の猫との接触もないなら考えにくい。とのことでした。そこで、過去に猫風邪をひいたことはと獣医さんから聞かれ、10ヶ月ほど前に一度あると伝えたところ、原因が見えてきました。先生によると、猫風邪は人間の風邪と違って、一度感染すると体内に潜伏し続けることが多いそうです。そのため、季節の変わり目やストレスなど、何かの拍子で免疫が落ちた時にぶり返すことがあると教えてもらいました。もちろん、他の病気の可能性もゼロではありませんが、状況から見て猫風邪の再発の可能性が高いとのことで、抗生剤をもらって帰宅しました。結果としてお薬が効いてくれたようで本当に良かったです。投薬後は症状が落ち着いたどころか、一度もくしゃみが出ていません。何より一番辛い時でも食欲が落ちなかったのが救いでした。今はとても元気に過ごしています。ゆずり葉の場合は、お迎えした時点ですでに猫風邪を持っていたので、今後は再発させないことに気をつけていきたいと思います。また、まだ猫風邪にかかったことがない猫ちゃんのために、私たち飼い主ができる予防策があります。それは、猫カフェや野良猫ちゃんなど、他の猫に触れ合った後は、必ず手洗いや着替えをしてから我が子に接することです。今回のゆずり葉の症状は、これでもまだ軽い方だったと思います。今後も
ゆずりはや皆さんのお家の猫ちゃんたちが苦しい思いを少しでもしないよう心から願っています。そして先日の私のように、このくしゃみは大丈夫と迷っている飼い主さんに、この動画が少しでもお役に立てば嬉しいです。今回の動画はいかがでしたか？もし皆さんの猫ちゃんにも気になる症状があれば、迷わず獣医さんに相談してあげてくださいね。参考になった、知らなかったという方は、高評価、チャンネル登録もしていただけると動画作りの励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。